こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は宇宙の話をしたいと思います。実は以前から宇宙の話を聞くのが好きで、寝る前に YouTube で聞き流しの動画を見つけて、目をつぶって宇宙を感じながら聞いていると、これがよく眠れるんですよね。子守歌代わり？特に宇宙の大きさを説明してくれる動画が好きで、広大な宇宙に比べて自分の悩みなんてちっぽけだなって思えるんですよね。でも今までにいろんな宇宙の話を聞いてきて、一つだけ不満もあるんですよね。それはすぐに眠くなっちゃうことなんです。宇宙を感じながら眠れるのは嬉しいんですけど、あまりにも早く寝ちゃうんです。大好きな宇宙の話なのに、どうしてすぐに眠くなっちゃうのか、自分なりに考えてみました。そしてこの度、眠くなっちゃう原因を突き止めることに成功しました。本当は興味ないんじゃ。それは宇宙が大きすぎるからです。宇宙が途方もなく大きすぎて、何百万キロとか何千万キロとか、光の速さで何十万年とか言われちゃうと、途端に眠くなっちゃうんです。大きすぎる数字を言われちゃうと、すぐに眠くなっちゃうんです。例えば地球の大きさを1ミリにして、その尺度で宇宙を説明してくれる動画とか、そういうのが特に好きなんですけど、そういう動画って必ずと言っていいほど、実際の現実の距離の説明もしてくれちゃうんですよね。地球が1ミリの場合は太陽の大きさはこれくらいですって言ってくれた後に、実際には何十万キロだとか何百万とか必ず付け加えちゃうんですよね。でもその実際の距離の説明いらないんですよね。大きすぎる数字は思考を停止させてすぐに眠気を誘うから、必要のない情報なのに、なぜか必ずと言っていいほどそういう動画では実際の距離を説明してくれちゃうんですよね。それが科学でしょう。なので今回の動画では実際の距離の説明はしません。最初に設定した尺度を貫いて、それ以外の数字は出しません。というわけで、早速その尺度についてなんですけど、大きすぎる数字も眠くなっちゃうんですけど、逆に小さすぎてもダメなんですよね。0.000いくつとか、小さすぎる世界も想像力が及ばないから、やっぱり眠くなっちゃうんですよね。なので、どれくらいがちょうど良いのか考えた結果、太陽の直径を 0.1 ミリにすることにしました。よくある宇宙の動画では、こういう場面で、実際の太陽の直径は何百万キロとか言っちゃうんですけど、それを言ってしまうと皆さんも寝てしまうと思うので言いません。この動画の中では
太陽の直径は 0.1 ミリです。では皆さん、どっちの手でもいいので親指と人差し指をくっつけてみてください。次にそのくっつけた親指と人差し指をほんの少しだけ離してみてください。ギリギリ指と指が触れないくらいの距離です。できましたか？それがだいたい1ミリです。1センチの10分の1です。1ミリというサイズは皆さんが持っている定規にも書いてあるし、想像しやすい大きさですよね。でも今回は太陽の直径を 0.1 ミリに設定したので、皆さんが作ってくれた指の隙間のさらに10分の1です。身近なもので言ったら、コンビニのレジ袋を親指と人差し指でつまんでみると、多分 0.1 ミリに近い厚さだと思います。というわけで、その 0.1 ミリのビニール袋の厚さが今回太陽の直径として設定したサイズです。皆さんイメージできたでしょうか？実際の太陽の大きさについては一切触れないので、今回はこの尺度で宇宙を見ていきましょう。それからあともう一つだけ大切なお知らせがあって、なかなか始まらない。今回の宇宙のスケールのお話なんですが、私はあくまでもご神託を皆さんにお伝えする伝道師に過ぎません。ジェミニ神と GPT 神の2人の神様のお言葉を伝えているだけなので、何か間違いがあった場合の苦情は2人の神様が所属している事務所の方によろしくお願いいたします。前置きが長くなってしまいましたが、ここからが宇宙のお話の始まりです。やっと始まる。まずは何からいきましょう。太陽が 0.1 ミリということは、地球とか月のサイズは小さすぎるので、そこはやめるとして、よし、最初は太陽と地球の距離にしましょう。皆さん想像してみてください。0.1 ミリの太陽から我々の住む地球はどれくらいの距離にあると思いますか？3センチくらいですか？それとも10メートルくらいですか？皆さんの頭の中ではどれくらい正確に宇宙をイメージできてるでしょうか？では神様のお言葉をお伝えします。地球までの距離は1センチ。どうですか？皆さんの想像は合っていましたか？意外と近い。ついでだから光の速さについても考えてみましょう。太陽の光は地球に届くまでに8分ぐらいかかるので、この1センチを8分かけて進むことになりますね。
そう考えるとこの尺度の中での光の速さって結構のんびりしてるんですよね。では次行きましょう。次はチーム太陽の中でどの惑星にしようかな。よし、一番遠い海王星にしましょう。太陽の大きさが 0.1 ミリの時、太陽と海王星の距離はどれくらいですか？32センチ。なるほど。32センチということは太陽系の惑星が全部自転車の車輪くらいに収まっちゃいますね。どんどん行きますよ。次は一番近い恒星にしましょう。太陽の直径が 0.1 ミリの時、太陽とプロキシマ・ケンタウリの距離はどれくらいになりますか？プロキシマ・ケンタウリなんて初めて聞いた。3キロ。急に遠くなっちゃいました。太陽から海王星までは32センチだったのに、プロキシマ・ケンタウリまでは歩くと40分くらいかかっちゃいますね。でも有酸素運動は体にいいですからね。健康のために皆さんもプロキシマ・ケンタウリくらいまで歩きましょう。銀河は何千億という恒星の集まりですけど、お隣の星までがかなり離れてるんですね。もしもプロキシマ・ケンタウリに惑星があってそこに宇宙人が住んでたとしても連絡するのは簡単ではなさそうですね。宇宙のスケールが少しずつ分かってきましたよ。よーし、次は思い切って銀河まで行っちゃいます。太陽の直径を 0.1 ミリとした場合、我々の属している天の川銀河の直径はどれくらいですか？寝ちゃった。まずいですよ。大きすぎる数字は出したくなかったのにもう出てきてしまいました。68,000キロは地球を5個並べたくらいの距離みたいです。天の川銀河恐るべし。でもちょっと待って、太陽系のサイズ感と銀河の直径とが違いすぎませんか？これ本当に合ってるのかな？
2人の神様が言ってるから間違いではないはずなんですけど、太陽系の惑星の軌道が車輪くらいで天の川銀河の直径が地球5個分って、なんだか間違ってるような、騙されてるような不思議な気持ちですね。神様に聞く前はなんとなくのイメージで銀河の大きさは北海道くらいかなって思ってたんですけど、地球5個分って言われちゃうとちょっと神様を疑いたくなっちゃいますね。本当に合ってるのかな。質問の仕方は合ってたのかな。よかったら皆さんもジェミニ神と GPT 神に聞いてみてくださいね。もしかしたら違う答えが返ってくる時もあるかもしれませんからね。神様気まぐれ？晴れてる日に夜空を見上げて普通に見える星のほとんどは天の川銀河の中にある星らしいので、よかったら皆さんも神様に聞いてみてくださいね。こんな風に質問すると神様は答えてくれます。太陽の直径を 0.1 ミリとしたときに、太陽と北極星の距離はどれくらいですか？300キロ。なるほど。こうやって聞くと確かに天の川銀河全体は北海道くらいのサイズでは収まりませんね。それに地球5個分という銀河全体のサイズ感から考えると、北極星はかなりご近所さんということになりますね。それじゃあ次はその巨大な天の川銀河の中心で何千億という恒星を引っ張ってるいて座 A スターの大きさを聞いてみましょう。2ミリ。ちょっと待って。地球が5個並ぶほどの巨大な天の川銀河の中心にあるブラックホールの大きさがたったの2ミリ？どうやって銀河の星を引っ張ってるの？合ってるのかな。さっきから騙されてるような気がしてどうにもすっきりしないんですけど、ジェミニとチャッピー本当？でもこれは考えてもわかるものではありませんね。ブラックホールは光すら外に逃げ出すことができないほどの強力な重力なので、もしかしたら本当は自動車くらいの大きさなのに、自分自身の重力でギュッと押しつぶされて、それで2ミリになっちゃってるっていうことでしょうか。宇宙を理解するのは難しいですね。よし、それなら次は天の川銀河で一番大きな星の大きさを聞いてみましょう。21.5 センチ。20センチ以上の星も銀河を回ってるっていうことは、やっぱり中心のブラックホールは2ミリじゃなくてもっともっと大きくてもいいはずですよね。
なんだかスケールが規格外で脳みそが疲れてきちゃいましたよ。天の川にやられた。皆さんはどうですか？ついてこれていますか？太陽系の惑星の軌道がだいたい自転車の車輪くらいで、一番近い恒星のプロキシマケンタウリが歩いて40分くらいのところで、北極星までの距離は東京から仙台くらいの距離で、まあここまでは想像力が及ぶと思うんですけど、天の川銀河の直径となると一気に地球5個分の巨大サイズになっちゃって、それでいてその中心のブラックホールの大きさは2ミリしかなくて、理解が追いつかない。それに困ったことになっちゃいましたね。これから先はどうすればいいんでしょうか。太陽の直径を 0.1 ミリにしたのに、銀河のサイズが大きすぎて身近なものでは例えられなくなってしまいました。この先は銀河よりももっと大きな話をしたかったのに、このままでは巨大な数字に襲われて寝てしまいます。よし、こうなったら致し方ありません。尺度を変えましょう。太陽の直径を 0.1 ミリにした程度ではこの宇宙は収まりませんでした。そうなると次の尺度はどうしましょう。そうだ、1光年という単位がありますね。光の速さで1年間進む距離のことです。これを利用しましょう。1光年というのは時間の長さを表すものではなくて距離を表す単位ですね。実際の1光年はどれくらい長いんでしょう。おっと、危ない。騙されるところでした。危うく神様に聞いてしまうところでした。何千億キロメートルとか言われて眠くなっちゃうところでした。実際の1光年の長さは置いといて、まずはどうしましょう。尺度を変える前に太陽が 0.1 ミリの時の1光年の長さを聞いてみましょう。700メートル。歩いて10分くらいの距離を1年間かけて進むっていうことだから、光の速さはゆっくりなんですね。さて、1光年の長さが歩いて10分くらいの距離っていうことが分かったところで、もっと広い宇宙を見るためにこれまでの尺度を捨てて新たな尺度を設定する必要があるんですが、分かりやすい尺度が必要ですね。何が一番分かりやすいかな。よし、ではこうしましょう。太陽が 0.1 ミリの尺度では1光年の長さが700メートルでしたね。新た
に設定する尺度はこの1光年を1センチにしましょう。複雑になってきた。これならば銀河よりも大きな宇宙の世界を測れるかもしれません。でも一つの動画の中で尺度が2つもあったら見てる方が混乱してしまうかもしれませんね。なのでここで一旦区切りましょう。後半の動画では仕切り直して1光年が1センチの世界で宇宙を旅していきましょう。後半の動画はこれから作るんですけど、もしもこの前半の動画の中に致命的な間違いがあったら後半動画の前に訂正と謝罪の動画を出さないといけなくなっちゃいますね。間違いがないことを祈りましょう。というわけで今回の宇宙アシスタントはフルートのしほさんでした。ありがとうございました。それでは皆様、また後半の動画でお会いしましょう。最後まで見てくださりありがとうございました。